リーシャ、こんなところでどうしたんだ？あ、ロイドさん。はい、明日の準備が整ったので少し考え事をしていました。いよいよ明日クロスベル市に潜入するんですね。そこまで長い期間離れていたわけじゃないのに、なんだか随分と懐かしい気がします。そうか。結界が消えたことでアイオンが都市の防衛に集中してるって話だけど、アルカンシェルの人たちは今頃どうしてるだろうな。多分おそらく今も練習を続けているんだと思います。いつ何が起ころうとも舞台の完成度を高めるために前だけを向いて揺るがない、それがイリアさんの生き様であり、アルカンシェルの流儀ですから。確かにそうかもしれないな。クロスベル市を解放してこの事件が一通り解決したら君はどうするつもりなんだ？イリアさんには会いたいですし、元通りアーティストとしてアルカンシェルで踊り続けたい、その意思はありますが、今はまだ分かりません。イリアさんやシュリちゃんと再会した時何を言えばいいか、それすらも今は浮かびませんから。そうか。でもイリアさんもアルカンシェルの皆さんもきっと君を受け入れてくれると思う。難しいことは考えずにありのままのリーシャでいればいいんじゃないかな。ありのままの私。ロイドさん、この後私に少しだけロイドさんの時間をもらえませんか？え？最近は自分でも気を張りすぎていたと思いますし、明日の作戦の前にちょっとしたおしゃべりをさせていただきたいんです。一通り準備を済ませたらもう一度この甲板に来て改めてお話をしてもらえませんか？ああ、俺なんかでよければ。ありがとうございます。私はしばらくここで風に当たっています。急ぐ必要はありませんから、ゆっくり準備を済ませてきてください。すごい満月だな。ロイドさん。なんだか君と話すときはいつも月が綺麗な気がする。やっぱり月の姫を演じているだけはあるのかな。月は光にして影。多分それは私という存在が月に似ているからだと思います。本来は日の当たる場所に出てくるはずのなかった存在。でも君はこのクロスベルで光をつかむことができた。それは確かだろ？はい、もうそのことを否定するつもりはありません。ですが私という存在を作った流れは深く底知れないものがあります。陰という一子相伝の流れ、父から受け継いだひそやかな道は。前もそんなことを言ってたな。差し支えなければ聞かせてもらえないか？クロスベルに来るまでの君を、俺の知らないリーシャ・マオを。はい、なんとなく
ロイドさんにはいずれ話すことになるような気がしていました。気づいた時には私は父と共にありました。母の記憶はありません。多分院の道を私に受け継がせるために父が遠ざけたのだと思います。ですが私にとってはそれが普通で、過酷な鍛錬も暗記や武術の修練も淡々とこなしていただけでした。各地を転々としながら日曜学校に通い、人と接する術もそこで得ました。父は厳しくも優しくもなく、ただひたすら教えるだけでした。それというのも院として受け継ぐことが膨大すぎたからです。それは代々の院の記憶。どのような状況でどんな工作を行い、どんな標的をどのように仕留めたか、時代を通して同じ存在であるため、その全てのあらましを受け継ぐ必要があったんです。全てを受け継いだ時、私は院そのものになりました。と言っても父が存命である限りは院になることはありません。院はただ一人、それは変わることがないからです。しばらくの間、父の帰りを待ちながら穏やかに過ごす日々が続きました。そして父が帰ってきたらいつ院を継いでも問題ないように仕事のあらましを教えてもらう。すでに表の顔は持っていましたが、それが私にとって世界のすべてでした。その世界が崩れたのは父が不治の病に倒れてからです。代々の院の中でも卓越した力を持った父でしたが、病魔からは逃れられませんでした。さりとて抗うこともせず、延命のための手術も受けず、ある日私を呼んで命じました。自分を殺して院を継ぐようにと。できませんでした。およそ父の言うことに逆らうことのなかった私でしたが、それだけはなぜかできませんでした。私は初めて怖くなりました。あれだけ父が丹念に仕上げた私が出来損ないだったのではないかと。死にゆく父を失望させたのではないかと。奉納する私に父はふと苦笑して言いました。それもまたお前だ。お前の院はお前が決めるがいい。そして一月後、父は世を去りました。そして私は院となりました。父の持っていたコネクションを継ぎ、国威と内向で体型をごまかし、父の腕には及びませんでしたが、滞りなく仕事を再開できました。お前の院はお前が決めるがいい。父の言葉の意味もわからぬまま、ただ淡々と流されるようにして、そして2年が過ぎ、私はヘイユへと長期契約を結びました。カルバードの西端、貿易都市クロスベルの派遣ダッシュに協力するという契約を。クロスベルに到着した私は戦いに備え町の下見をする最中、歓楽街でとある劇場に入りました。そこではちょうど公開練習というものが行われていて、そこから先はロイドさんもご存知の通りです。そっか、
その時にイリアさんに目をつけられたってわけだな。最初は理由をつけてなんとか入団を断ろうとしたんです。でもイリアさんはすごく強引で、とうとう根負けして入ることになってしまいました。体力と偽装には自信がありましたし、いい隠れ蓑になると思ったんです。予想以上に練習がハードで、陰との両立が大変でしたけど。ありがとうリーシャ。聞かせてくれて嬉しかった。聞いていて面白い話ではなかったと思いますけど、でもこれが父と祖先から私に受け継がれた道です。アルカンシェルという光を手に入れたとしても、その道を完全に捨てることは多分私にはできないと思います。そうか。お前の因はお前が決めるがいい。因は全てを受け継ぐ。アルカンシェルという光を君が見出してしまった以上、因もまた光という側面を受け入れざるを得ないんじゃないか。それはどんなものも時代が変わればあり方も変わる。いや、変わらざるを得ないんだ。そうして人の歴史は受け継がれ、前に進んでいく。多分そういうことも含めてお父さんは言ったんじゃないかな。警察官として犯罪行為を進めることはできないけど、それでも君は君の因を目指せばいいんだと思う。あるいはここで因という存在を完全に断ち切るのも一つの道だろう。そうなったとしても多分お父さんは気にしないんじゃないかな。それもまたお前だって苦笑して。いいお父さんじゃないか。普通の家族とはちょっと違うけど、ちゃんと娘を愛していた。そんな風に俺には思えるよ。お父さん。どうして父さんが亡くなった時もこんな涙なんて全然こぼれなかったのに。多分イリアさんたちとの日々で君もまた変わっていったんだ。これから先君がどんな道を進むかわからないけれど、できれば俺もお父さんの代わりに見守らせてもらうよ。光をつかんだ君がどう変わっていくのかをね。ボイドさん。